両方とも2002年式のクラウンですね。アスリート V っていうグレードで 1JZGT のターボエンジンが積んである車ですね。やっぱり 1JZ だ。速いぞ。はい、じゃあ、し君こんにちは。今日は、2月の5日12時24分、気温は7度ですね。はい、やっていきましょう。前回の動画の引き続きになります。クラウン2台の紹介ですね。はい、この動画から見た方は前回の動画見ていただいて、はい、この車の、ざっくりした概要を、お伝えしております。内容をお話しすると両方とも2002年式のクラウンですね。はい、でアスリート V というグレード。アスリートは社名違うな。この年代はアスリートもグレードになってるかな。アスリート V っていうグレードで、はい、みんな大好き 1JZGT のターボエンジンが積んである車ですね。はい、よし、もうこれ分かりましたよね。これ分かりました。で、こっちはね6万6000キロ、修復力なしで、こっちが8万500キロぐらいで、こっちも修復力なしで、こっちの方が多少ちょっと手が入ってるかな。エアロが入って、車高調が入って、マフラーが車外のマフラーがついてと。でしかも後期型にしか設定がなかった黒になりますので、はい、希少価値はこっちの方があるんじゃないかなと思います。したがって同じ年式だよね、はい、同じグレードだよね、はい、距離に関してはこっちの方が少ないんだけれども、はい、値段に関してはこっちの方が多分全然高いと思います。全然多分ね50万は変えちゃってもいいんじゃないかな。そんなにですか。そうだね、仕入れ値が50ぐらい違うんだから、はい、販売価格も50ぐらい変わってきちゃうかなっていう感じでございます。現段階ではちょっとね値段まだ決めてないんですけれども、はい、詳しくはホームページ見てもらえればと思います。多分売れてないと思う。毎度ちょっと本当申し訳ないんですけど、はい、でも最近あれよ、ちょっと俺対策してるから今すげえもう写真撮りまくってるんだけど、はい、ホームページにすら上げてないのたくさんあるからさ、はい、だからまだ日の目を浴びる前の状態になってくれるんじゃないかなって思ってます。上がった時にはきっと多分ソールドアウトになってないんじゃないかなと思います。 OK ですね。はい、はい、でですね、今日の動画は第2弾ということで、こっちはちょっと車検ないんで乗れないんですけれども、はい、こっち車検残ってますから、はい、試乗してみましょうというのは一つ。もう一つはマフラー、車外のマフラー入ってるので、はい、恒例マフラーサウンドチェックいきましょうというのが2つ。3つ目、前回ちょっとアジェンダで出ましたね。修復歴ありだなしだ、なんだ揺れに揺れてる中古車業界ですか今、はい、ですよね。はい、の中でじゃあ一般消費者お客さんがね、とりあえずこれをやっとけば、はい、最悪なケースは免れられるんじゃないかなっていう対策について、それがその通りハマるかは分かんないですよ。はい、案の一つとして、ちょっとお話できればと思います。 OK ですね。はい、はい、じゃあそんな感じで今日もやっていきましょう。本日よろしくお願いします。お願いします。よし君やっていきましょう。はい、じゃあ早速、はい、マフラーサウンドチェックからいきますか。はい、はい、ちょっと前ずらしますね。はい、もうエンジンは温まってるのでいいですね。いいですね。はい。一応これ今サイレンサー入れてある状態になってるんですけど、はい、サイレンサーがねもうキチキチなのよ。だからとりあえず仮止めで止めてあるだけっていう感じ、はい、で下潜ってもらうと分かるんですけど、はい、この車、マフラーに関しては、はい、基本ね中間まではねノーマルなんですよ。でリアマフラーだけ変えてあると、はい、で本当はリアマフラーあれ2本出しだったよな、こっちとこっち左右ね、はい、なんだけれども1本出しにしてこっちになってるんですが、はい、なんかね中間パイプあるじゃん、はい、あれ自体もね多分あれワゴンのやつなんだよね。あそこも多分ねそうだからね必ずしも全部純正ってわけじゃなさそうですと、はい、いう感じでございます。 OK ですか。はい、で一つ言えるのはこれ車検絶対通んないんで、はい、あんまこの状態おすすめしないっす。サイレンサー詰めてやれればねちゃんとつけてあげればもしかしたらもっと音ちっちゃくなるかもしれないですけど、はい、この段階でも結構大きいので、はい、っていう感じです。じゃあちょっと軽く吹かしますね。はい、でもちょっとマフラーあれ出ちゃうかもしれないから、こんな感じにしときたいなと、はい、いう感じでございました。でここからサイレンサー取ります。この状態だとさ、はい、
試乗中に後ろにすっぽ抜けちゃう可能性があるのでちょっと危ないです、ね、ちょっと危ないので、はい、取れるかなあ、これ入んないんだよね。よいしょよいしょよし、じゃあ行きますよ。よし、多分もうちょっと離れた方がいいかもまあ 1J のサウンドですけれども、はい、なんかいつも聞いてるスポーツカーっぽいさ、はい、砲弾型のタイプが入ったサウンドじゃなくて、はい、やっぱりこうデュアルの直感っぽいような音っていう感じになっちゃってるんですよね。はい、もうちょっと音割れしちゃうんじゃないじゃあちょっとご近所迷惑だからあれだけど、ちょっと思いっきり回しますかね。はい、こんな感じでございます。はい、どうですか？いつもよりやっぱでかいんですよね、音は。音大きいか？なんか耳には響きましたけど。耳には響くよね。はい、ただなんかさ、やっぱり改造してないじゃん。はい、いつもはだいたいさ、エアクリからマフラーから触媒からいじってあったりとかさ、はい、ものによってはねスロットルコンバートキットついてたりバタフライ変えてたりとかさやってるわけじゃないですか。はい、これ単純にもうマフラーだけで、しかも中間までは違う車種の中間とか使ってると思うので、はい、触媒ノーマルでしょ、エンジンルーム全くノーマルじゃん。はい、吹き上がりがめっちゃ遅いよね。それはそういうことなんですね。そう、はい、なんでどっちかっていうとこれは本当にまあ音だけみたいな、抜け良い音だけみたいな感じで、はい、なんかこのままいくと燃焼狂っちゃいそうなそんな感じの仕様なので、はい、できればマフラーは変えてもらった方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。なるほど。 OK ですか？はい、はい、じゃあヨッシー君、はい、そんな感じで、はい、早速この車試乗行ってみましょうかね。はい、はい、クラウンどんな乗り心地なのか、はい、と言ってもまあ車庫帳入っちゃってるんでね、多少乗り心地悪くなってると思いますがやっていきましょう。はい、はい、大丈夫ですか？そっちはパワーシート？あ、パワーシートだね。あ、こっちからも移動できますかね。はい、はい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 。すごい。横にも高級車ですから。よいしょ。そうだからこれはあれだよね。これを買うお客様はその俗に言うスタンス系ビップカーとは言わないか、今スタンス系の方向で行くのか、はい、まあそれともね走り屋さん系の方向で行くのかは、まあ入れるホイールで全て決まるんじゃないかなという感じですね。はい、はい、まあでもあれだね、ハンドルが軽くていいわ。車ってノーマルが一番なんじゃない？あ、結局そこ行っちゃうんです。そこにたどり着く。うるせえな。いや、やっぱうるせえな。響きますねこれ。響くな。でもやっぱりあれだよね、高級車だからか風切り音とかも少ないし。そうですね。乗ってて疲れないしいいんですよ。俺オークションから乗ってきた時すげえ楽だったもんね。音だけちょっとうるさかったけどさ。はい、まあ元は高いですもんね。そうだね。いくらだったんだろうね。400ぐらいはしてたのかな。そんぐらいはしててもいいと思うね。当時の新車価格で400台は高いですよね。そうだね。もうちょっと行ってても良さそうな気がするな。だからまあそう考えるとね、チェイサーとかだとね、新車が当時300万ちょっとぐらいだからさ、はい、でそれが中古だと400万500万なわけでしょ。はい、新車よりも高く買わなきゃいけないって話になっちゃうじゃん。はい、でもこれだったらね、新車よりも安く買えるからさ。そうですね。そういった意味では、まあ、中古車としての納得感はあるよね。はい、乗り心地はまあちょっと段差あんまないけど、まっすぐ走ってる分には普通だね。ちょっとマニュアルモードか。マニュアルモード2速、ちょっと引っ張ってみますか。おお、やっぱ 1J だな。おお、なるほど。やっぱり 1JZ だ。
速いぞ速いよよし。めっちゃなんか安定してますねっていうか車自体も、マニュアルの場合は5速でやりますから、はい、5速のギア比でやるわけじゃん、はい、でオートマですから4速なんですよ、はい、まあギア比はちょっとわからないけどさ、まあ、いずれにしてもこの2速のレンジがめっちゃ長いんで、はい、ずーっとブーストかかってずーっとこうなんていうのかね伸びていくような感じですかね、ちょっと今びっくりしたこんな速いかと思った。そうですね。こうなってくるとちょっと足元が心もとないね、この細い足だと。ほら速い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 これだから当時この1個前のね15型のクラウンか、はい、16のクラウンもあるか。あ、16はないんだよ。16はねアリストだけなんだよ。15のクラウンはまでは久しくそのターボのモデルってなかったんですよ、はい、13とかのモデルでスーパーチャージャーがついたりとかあったかな。だからそんな中おじさまが「はい、おまたクラウン乗り換えるか」っつって今度はアスリート V にするかって言ってこれ買って、はい、ドンってアクセル踏んだら俺結構びっくりすると思うよ。そうですよね速い速い速いわこれ。面白いねいや確かに想像以上ですねこれはね、でこの低回転のやかましさはあるけれども、はい、高回転に回るとやっぱり気持ちのいい 1J のサウンドがあるよね。あとはいえご近所迷惑だな。変えた方がいいってことですよね。変えた方がいいです。変えてください。車検対応でさ、はい、乗ろうよそうですね。まあでもそれでも十分それでも十分いい音するよ今度はローギア一足からそして乗り心地がいい。やっぱブリッツのこのダンパーね結構みんな入れてる人多いんだけど、ほらこの段差とかほらめっちゃ乗り心地いいよね。全然いいですね。いいんじゃないですか。いいね。めっちゃいいです。いいねいいね、いいんですよクラウン。これは新しいブームが来る予感がするよそうですね。そのブームに気づく前にうちはたくさん仕入れてますから。よいしょ。乗ったらわかる。乗ったらわかるね。で逆に言うと乗らなきゃわかんないね。市場を知ってほしいのはありますね。そうだね。ハンドルも軽いし大きさもまあ大きいとはいうもののそんなに邪魔くささは感じないな。車庫入れもハンドル軽いから楽よ。もう片手でスルスルって回る。そうですよね。ちょっとヤンキー乗りしてね後ろにふんぞり返りながら乗れるじゃん。 GTR とかだったらもう両手でさ、まあパワーステついてるよ。パワーステついてるとはいえ両手でグリグリやってるからさ。そうですよね。はい、はい、こんな感じでございました。はい、いいね。いいですね。いい。びっくりした。はい、じゃあヨッシー君お疲れ様でございます。お疲れ様です。第2弾の動画ですね、はい、試乗動画をさせていただきましたが、はい、どうですか。どうでしたか。いやちょっと舐めてました。舐めてたでしょ、はい、舐めてたでしょ。そうなんですよ。やっぱりね、はい、1JZ ターボ GT ターボは面白い。音がいい、速い、面白い。まあ総括するならば気持ちがいいっていう感じですね。ただ速いのとはまたちょっと違う、音も含めてねっていうところがあって、まあノーマルで乗ればよ、はい、ノーマルで乗れば、まあ、音も静かだし、はい、普通のサルーンとしてで踏んだら速いみたいな、はい、っていうところがありますけれども、ちょっと手を加える、まあ、この車なんかで言ったらね言い方変だけどマフラーだけちょっと変わってるだけじゃん、はい、チューニングで言うならば、はい、それでもこれだけ車の楽しさが変わっちゃう車なので、はい、ポテンシャルとしてはかなり高いんじゃないかなと思ってます。でポテンシャルが高いからこそ今やっぱり 1J 積んでる車の値段がどんどん上がっちゃってるわけですよ、はい、100から始まりね、100から始まり
クレサとかから始まり、はい110系も今ちょっと上がってるよね、はいでじゃあベロッサなりクラウンも上がるんじゃないのって一応言われちゃってるので、はいお求めの人は早めに買った方がいいんじゃないかなと思います。でさらに言うならばクラウンアスリート V ね、これねカーセンサーとか見てもね多分そんなに台数ないと思う。あ、ないですね。うんはいなぜならば、まあ、さっきも言ったようにさ、基本的にはクラウンってやっぱり当時おじさんがちょっとお金を持ってるね、はいおじさまが買われる車でしたので、はいそんなにスポーティーとかっていう思考ではなくて、やっぱり高級車であったり乗り心地であったりとか、はいそっちが重視されてきたわけですよ。だからこんないじり方をする人は多分いなかったのっていう感じだからこそ、やっぱりターボでアスリート V で乗ってる人っていうのは販売された台数が少ないので、はい中古車に必然的に流通する台数も少ないっていうのがあります。でしかも当然ながらこの方で終わりで、この次の方18の方からは、もうターボエンジン作ってないので、はいここまでっていう感じになりますからね。一応そんな感じで、じゃああとは最後に前回の動画からもお題に出てた、はい修復歴云々かんぬんの話についてちょっとさせてもらいましょうかね。はいまあ今あるその問題になってる一つの事象に対してどうのこうの言うつもりは僕はなくて、はいでなぜならば、僕がそれ見たわけでもないし、直接車見たわけでもないし、はい人から聞いたって言ったって人から聞いた話なんで、はいそういう話は基本的にしないようにしてるんですよ。はいなので今回のなんか話題になってるのは僕は一応見てますけれども、まあ、それについては特に話すことはないですと。ただ一般消費者、お客さんね、はいお客さんが、自営のためにじゃあ何したらいいのっていう話じゃん。結局はそこじゃん。そうですね。そうだよね。はいじゃあ実際何があったかは別として、じゃあ自分が車買うときにそういったことに巻き込まれないように、はいもしくは、巻き込まれてしまった場合に対処できるようにどうしたらいいかっていう話をさせてもらうと、前回の動画の最後に言ったかな、一つはローンで買うことっていう話をしましたよね。はい修復歴はない車を買います、はいまあある車だったら話なんですよ。うちなんかある車たくさんあるからさ、いうちは多分あまり関係ない話なんだけど、修復歴ない車を買うとして買います、はいで現金で買うのではなくてはい。ローンで買いましょう。そういう話でしたよね。はい、はいローンで買いましょうって言ってましたよね。はいでローンで買いました、納車されました、納車されましたら、日本査定協会に、まあ、1ヶ月以内とかでいいですけれども、車を持ち込みましょう。でそうするとそこで自分が依頼した第三者機関から、はいこの車は事故があるのかない、まあ、事故っていう言い方は違うな、修復歴があるかないかっていうのを判定されます。でそれで修復歴があったとしましょう。はい。そしたら、解約しましょう。以上終了です。解約っていうのははい、返金みたいな。返金ですね。あ返金の依頼をしましょうはいという感じです。でここでなんでローンかっていうと、はいローン会社が絡んでくればはい修復歴なしの車の売買の契約に対して、ローンの契約をして車を買ってるわけですよね。そうですね。ここまで OK ですか。はいでその契約自体が修復歴なしで買ったつもりがありでしたと、はいっていうことになるとちょっと話違くねってなるわけですよ。だからそうするとローン会社も間に入って、はい。いやそもそもこれちょっと契約なしじゃないですかねっていう話の方向になっていくわけですよ。なるほど。で車屋さんとしてはい一番多分ダメージ大きいのって、はいローン会社から契約切られることって結構僕はダメージ大きいと思うんですよね。はい。だって販売するときにローンで販売できないってめちゃめちゃ重要じゃん。そもそも取り扱いができないっていうこと。できないはいってなっちゃったらなかなか車売れないよね。はい某会社さんなんかは一旦それになってましたけどね、はいちょっとやらかしたところね、っていうのがありますから、ローン会社が絡んで、まあ、しかもそういった感じで交渉をしていけば多分ことはすんなりいくと思います。はいでさらに言うならば、まあ、一応その裏付けも取ってあって、はいそういう場合は対応しますって言ってるローン会社さんもちゃんとありますあ、なるほど。という感じでございます。はいただこれがやっぱりじゃあ車買ってから1年後とか3年後とかに修復歴ありましたって言われても、いや1年間乗った間に何かあったんじゃないの、3年間乗った間に何かあるんじゃないのって話になっちゃうので、はいどうしても自営で自分を守りたければ、はいやっぱりそこはコストと手間は多少、犠牲にしなきゃいけないと思うんですけれども、はいまあ、ローンで買います、買って1ヶ月とか以内に、査定休暇持ち込みます。でそれで問題ないと。で問題なければローン一括返済しちゃえばいいじゃんっていう感じ。あ、そういうことです。そうでこれ今回は修復歴の話に限って言ってますけれども、はい実はねその修復歴よりももっと前に、はい結構えぐい問題世の中たくさん起きてるわけですよ。車業界で。車業界でですよね要は新車オーダーしましたと、はい今ね新車買う人分かると思うんですけど、新車買って1ヶ月とかで車来ないわけですよ。半年来ないとか1年来ないとかそういう車が当たり前にある中で、はい先に全額を払いました。で車が来ないっていう人が今ちょこちょこいるわけですよね。それは聞きます。
いますよね、ニュースにもなってますよね、はい、そういった時の防衛策にもそれはやっぱ使えるんですよ。なるほど。でそれでいやローンを組みたいですって言ってるにもかかわらず、はい、いやうちは現金じゃないと困ります、はい、でしかも、全額早めに振り込んでくれないと困りますっていうところは、はい、そもそも金詰まってるからそこから買わない方がいいよ。そこのやり取りでちょっと察するべき。そう察するべき、察するべき。いくら安くてもそのリスクは結構でかいと思います。だからうちなんかでも車買ってもらうときに現金で買うお客さんね、はい、現金で買ってもらうお客さんなんかもとりあえず初めの整備代だけちょっとくださいと、はい、整備代するのに部品頼んだらお金かかるからさ、はい、だからその分だけ30万とか50万とかもらって、はい、あと残りは納車の前日とかでもいいし名義変更終わってからでもいいけれども、はい、その時くださいねっていうふうにはしてありますので、はい、まあそんな感じでやってもらえばいいんじゃないかなと思います。これはね中古車に限った話ではなくて例えばエステの契約とかね、まあ、そういうその駅務が絡んだりサービスが絡んだりする長期サービスにもかかわらず一括前払いのものなんかに関してはそういう時にはローンを組んで買っとくっていうのは一つの防衛策になるんですね、はい、これは車に限らずですね、はい、一応そんな感じで、まあ、僕からの一つの提案としては、まあ、そういう感じがいいんじゃないかなと思います。 OK ですか、はいはい、でこれの中でいやそうは言ったって金利もったいないじゃん、途中で早期一括するって言っても金利は多少かかるから、はい、金利もったいないじゃんとか、はい、査定協会行くの手間じゃんとか、はい、査定協会にももちろんお金払うんだよ、はい、お金払うのもコストかかるじゃんっていう話が出てくると思うんですけれども、はい、もうそれはしょうがないよそれはしょうがないよ、はい、それは自衛のためにやってくれって話です、はい、でこれをやらないんであれば、はい、まあそのリスクを受け入れて、乗るしかないよねっていう話になっちゃうんですよね、はい、まあ、全てはなんかリスクとリターンだと思ってて、まあ、どこまでそのリスクヘッジをかけられるかだと思うので、リスクヘッジをかけるにあたって多少コストがかかるんであればでもそのコストを見てでもリスクヘッジをかけていくか、コストはかけたくないからそのリスクは自分で受け止めるのかっていう話になってくると思います。まあそれの典型的というとちょっとあれですけれども、新車価格が安かったから買いました、でそこの会社は現金先払い一括じゃないとダメですって言われたから払いましたと、でリスクじゃんこれって、はい、なんだけれどもリスクに対してのリターンが安かったっていうところが天秤にかけてリスクを取ったわけですよ、はい、でもその結果車が来ないっていう問題になっちゃったわけですよね、はい、だから高リスク高リターンだったよねっていう話だから、それやっぱりリスクを避けるためにはそういうやり方ありなんじゃないかなと思います。ちょっと話ずれちゃいましたけど大丈夫ですか、はい、はい、もしなんかそれは間違ってんじゃないのとかあればコメントください。あんまりきついコメントはやめてくださいYouTuber じゃないんであんまり荒れるようだったらコメントオフにするかもしれないです先に言っておきます、はい、っていう感じでございました。 OK ですか、はい、はい、まあ、さらに言うともしかしたらこの僕が説明したところがでもまあ裏取り取ったからな間違ってることはないと思うんだよな、でもなんかそのハレーションが起きるようであればもしかしたら一回動画を消してその部分をカットしちゃうかもしれないです、はい、それだけ言ってきます。すいません、よろしくお願いします。じゃあ本日ここまでご視聴ありがとうございました。またお願いします。平成18年式のインプレッサ WRX のワゴンですね。後期型なんでメーターが 260km と同じ型のワゴン自分からですげえ走りしてる人いるからそんなポテンシャルあるんだって思うようなこの動画がアップする頃にはまだ残ってるはずです。で価格は